自由に発想し、そしてのびのびと自分の意見を述べ、楽しくて明るくて前向きに生きていこうと、実際にそういう世界を作っていらっしゃる人たちはたくさんいます。ペンネームザナルカンドさん、19歳、もうすぐ20歳になられる男性からです。こんにちは。現在自分は高校を卒業して2年間浪人して、日本か海外か進学先を考えながら勉強している途中なのですが、将来が不安で様々な心身症を患ってしまいました。自分は自閉症で小さな時には特別支援学校に通っており、中学からは普通校に通っていましたが、小学校高学年の時にはひらがなも書けず、中学2年生で筆算や小1の漢字をやっと学習したので、常に生きていけるかの不安に悩まされていました。幸い、中3の頃からは発達障害特有の人間関係の支障は残りましたが、知的な面では大きく改善し、無事に全日制の高校に進学し、3年間で卒業もできました。自分は母子家庭で小さい時に母や姉から殺されかけたり、自分が障害を持っていることを理由に家から出て行け、施設に入れてやるなどと言われ、包丁を向けられ、首を絞められ、ガムテープで巻かれたりもしました。父親は母よりひどく、離婚してからは養育費は一切払わず、父親の彼女の子供が障害を患っており、その子には多額のお金を出し、自分には入院した時や高校や大学など教育面ですら何もしてもらえませんでした。今は浪人という身なので、たくさん勉強したりいろいろ考えたりする時期があるので、ふとこう思うことがあります。今は浪人している自分を養ってくれているので、その部分では母には感謝していますが、過去に殺されかけたのが最後まで実行されていたなら、自分は今この世界にいないので、素直に感謝してよいのか迷ったり、食べ物を与えてくれているので、その面に関しての感謝はしていますが、人格形成をしていただいたのは、自分が中学の時に通っていた占い師さんですので、素直に母に感謝できない自分はダメだと思い、感謝を伝えても裏切られての繰り返しで、今は完全に親を信頼できなくなりました。自分と一番近いはずの親や家族にここまで大切にされないのだから、自分はどこに行っても大切にされないと。ただでさえ過労死や鬱で自殺する人が溢れても、自己責任や甘えで片付けられる世の中なので、自分が発達障害などといったところで理解してもらえるとは思えません。しかし、最近は考えが変わり、やっと自分を肯定し理解してくれる彼女ができました。そのおかげで過去のトラウマなどは少しずつ回復していますが、新たな不安が生まれました。自分一人で生きるならともかく、将来の家族を支えることを考えると、やはり今の時期に勉強をしたり、いろいろなことを知って社会に出るための訓練をしないといけないと思っています。しかし自分はどうしても日本で生きていける気がしません。戦時中は国のために死ぬのが当然で、それに異を唱える人は非国民というレッテルを貼られ、世間から強い圧力をかけられ、今の世の中ではたとえ正しいことを言っても世間との意見がずれていると圧力をかけられます。死者が出るほどブラック企業が問題になっているにもかかわらず、人命を無視し、残業は当然だ、労働法は甘えだ、と暴言を吐く人がいるのが恐ろしくてたまりません。自分は働きたくないわけではないんです。そのためなら勉強も訓練もします。しかし仕事で死にたくはありません。もちろん自分が仕事をしないと将来の家族を困らせることになります。しかし自分が死んだり病気を患い倒れてしまうと、その時期の給料や医療費などかえって家族に心配と迷惑をかけてしまいます。このような当然の意見ですら甘えで片付けられる日本での生活を続けていると、いつか自分は自殺に追い込まれるのではないかと思い、怖くて仕方ありません。正しいか正しくないかよりも、周りと合致することが美徳とされる日本は、今後も成長していかない気がして、一か八か人生をかけて個性が認められやすい海外に移住しようかと考えています。こういう僕の考えはやはり甘いでしょうか。このような考えでは、どこの国でも生きていけないでしょうか。日本で生きていける努力をすべきでしょうか。
それとも海外に移住という考えの方が賢いですか？長くなり申し訳ありません。よろしくお願いします。私が行き詰まった時にも、普段紐解く本の中に、仏教聖典というのがあります。この仏教聖典の中に出てくる、こんな言葉があります。この宇宙の組み立てはどういうものであるのか。この宇宙は永遠のものであるか。やがてなくなるものであるか。この宇宙は限りなく広いものであるか。それとも限りがあるものであるか。社会の組み立てはどういうものであるか。この社会のどういう形が理想的なものであるか。これらの問題がはっきり決まらないうちは、道を治めることはできないというのであれば、誰も道を治め得ないうちに死が来るであろう。世の中が不条理であるとか、社会の仕組みが悪いとか、今の日本は生きづらいとか、自分は親に本当に愛されているとか、愛されていないとか、ザナルド・カンドさんが今、いろいろと思い巡らしている思いというのは、今から2500年前のお釈迦様の時代にも、その時代のインドにおいても、全く同じような思いを持った人たちがたくさんいたということです。先ほど私が読んだ仏教聖典の中に出てきたごとく、2500年前のインドにおいてすでに、今のこの世の中は、今の自分が暮らしている社会は、理想の形ではないと言って嘆き続けている人たちがたくさんいたということ。ザナルカンドさんは甘くないです。普通です。極めて真っ当です。ただ問題は、まさにその先ほどの仏教聖典の中に出てきた通り、世の中が不条理だからといって、世の中でちゃんと生きないということは、ちゃんと生きる前に寿命を迎えて死ぬということです。処方箋。自分が将来においてこれからどうやって生きていったらいいかというものすごく大きな不安は、そのプレッシャーは大変なものだ思います。けれどもそこへ飛び込んでいかなければ、すべての人は生きていくことはできません。なので、社会に出なさい。ザナルカンドさんは、社会に不安と恐れと心配を抱えたまま一歩を踏み出しなさい。自分がまだ一歩を踏み出していない世界がどういうものなのかを、そこへ入る前にいくら想像していても不安が募るばかりです。ただ当然、これからどうしていったらいいかという不安がある中で、具体的に何をしたらいいのかということが多分今わからない状態であると思います。なので、2つのステップを処方箋としてやっていただきたいと思っています。一つは、自分の生活習慣を整えてください。今、ザナルカンドさんは朝何時に起きて何時に寝てますか？
食事はどうしていますか？運動はしていますか？太陽の光を浴びて自然に触れ、精一杯自分のエネルギーを使い、勉強をし、くたくたになって夜寝ていますか？もし、ザナルカンドさんがこれから社会に出ていこうとするのであれば、規律ある基本的な生活というものができない限り、どんな理想の国に行っても、どんな理想な状況を望んでも、そこできちんと生きていくことはできません。寝不足であったり、生活習慣が乱れていたり、そういう状況にずっといると、様々な妄想が自分の中に出てきて、まだ見ぬ世界の悪しき情報ばかりが自分の中に飛び込んできて、そして自分を苦しめます。ですから、自分の生活習慣を整えなさい。そして、自分の心を整えるということを意識してください。二つ目、ちらっとでも外国を意識したのであれば、それはどこの国に具体的に行きたいのかわかりませんが、語学を勉強してください。言葉を勉強する。言葉を勉強すると、自分の心が客観的に整理できるという相乗効果があります。外国の言葉を勉強する。これ中国語であっても、英語であっても、何語であってもいいです。言葉を勉強するということは、自分の国の言葉を、自分の思考を客観的な視点から外国語に置き換えていくという作業になります。ですから、とても自分の心が整理されてきます。自分というものを外から見るということができるようになってきます。ですから今の二つ、生活習慣と自分の心を整えてください。そして語学を勉強してください。この二つが処方箋です。今、浪人としていろんな勉強をしなければいけないと思うんですけれども、今だからできること、また今だから今やらなければいけない、ザナルカンドさんにとってやらなければいけないことは、日本でこれから生活しようが、外国に行こうが、それはどちらでもいいですし、どうなるかわかりません。けれども、実際そうするための準備に、妄想ばかりしていないで、その準備に入る必要があるということです。最後になりますが、ザナルカンドさんに知っていただきたい真実の社会の姿というものがあります。それは何か。日本はブラック企業ばかりで自分の考えというものを押し殺して社会の常識に同調しなければいけないという国で、外国は自由に価値観を認められてのびのびと生活できる。誰がそんな話をしたのかわかりませんし、どこにそんな現実があるのかはわかりませんが、それは全くのでたらめです。この日本において自分の理想とする社会を作ろうとして、そしてその理想とする社会、100% 理想とする社会ができないかもしれないけれども、自由に発想し、そしてのびのびと自分の意見を述べ、そして楽しくて明るくて前向きに生きていこうと、実際にそういう世界を作っていらっしゃる人たちはたくさんいます。外国とザナルカンドさんが想定していってらっしゃる世界がどこの世界のことなのかわかりませんが、例えば中東の方の国に行けばイスラム国の問題もあるように、子供の時から諸外国に対して、西洋諸国に対して恨みを抱き、小さな子供たちが爆弾を持って
自らの命を犠牲にして人々を殺めるというような戦争に駆り出されていくという社会もあります。今、私のチームに、私の事業の関わっているスタッフの中には外国から来た人たちもいます。彼らと話していて感じることは、例えばアメリカから来た子は、アメリカには自分の居場所がなかった。自分の小さな箱から出たかった。だから日本に来たっていう人もいます。世の中には周りの人たちの顔色を伺い、自分が本当にこれがいいと思っていることに対して遠慮をし、そして自分が本当にこうしたらもっと世の中が良くなるんじゃないかということをやっても無駄だと社会の問題に対して嘆き続ける人と、いや、これは多くの人たちを苦しめている。であれば具体的にもっとこのようにしたら社会が良くなるんじゃないか。そしてそれを何とか自分が解決できないかと言って意見を言い、自分でも研究をし、努力をし、少しでもこの世の中に平和と豊かさと静けさを取り戻そうと頑張っている人がいます。後者の生き方をしている人をリーダーと言います。問題を嘆き続ける人。社会の問題を自分から見つけて、自分から解決しようとする人。この二つの人間しかいないんです。国は関係ありません。人種も関係ありません。言葉も関係ありません。自ら社会の問題を見つけ、それを自分から解決していこうとする。その場が日本であるか、海外であるか、それはザナルカンドさんの選択です。海外に行くのであれば語学が必要ですね。でもどこの国に行こうが、ザナルカンドさんが理想とする、もし世界を求めるのであれば、あなた自身が自ら社会の問題を見つけ、そしてそれを自分から解決していこうとする人にならなければいけません。そのために今、自分にできることは、まだね、学生さんですから、勉強すべきものをきちんと勉強して力をつけ、そして海外に行きたいのであれば語学を身につけ、そしてもっと手前の話である自分の基本的な生活習慣を整え、志と自分のあり方を育てるということです。きっとそんな強い思いを持ったザナルカンドさんですから、どこに行ってもきっとね、生き抜いていくことができると思います。世の中は希望であふれています。悪い情報ばっかり集めないでください。社会に一歩踏み出せば素敵な人もたくさんいます。自分が心持ちを変えれば、そのような人たちと出会えます。どこに行かれても、どんな状況になられても応援しています。頑張ってください。